どうも皆さんこんにちは。福井の映像屋さんの木野です。今年は本当に AI が凄まじい1年でしたね。そんな本日は Google スプレッドシートに ChatGPT を組み込む方法をご紹介させていただきたいと思います。とても簡単なので、仕事で Google スプレッドシートを使っている方はぜひ知っておくべき内容だと思います。このチャンネルでは生成 AI や Web 制作、動画制作など様々なスキルに関する情報を発信していますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では Google スプレッドシートを開きましょう。実装後に簡単に使い方もご説明しますので、あらかじめ表を作っておきましたが、皆様は真っ白な状態から始めていただいて問題ございません。ではメニューの中の拡張機能の中のアドオンの中のアドオンを取得をクリックします。こういう画面が出てきますので、上部の検索窓で GPT と検索しましょう。この GPT ワークスペースというものを選択します。そしてインストールをしましょう。自身のアカウントを選択し、アカウントへのアクセスを許可します。これで ChatGPT の実装完了です。拡張機能の中に ChatGPT が追加されていることが確認できます。では使い方なのですが、空白のセルの中にイコール GPT 質問の記載されているセルを選択しましょう。エンターを押すとローディングになりますので、下のセルにもコピーしておきましょう。はい、B 列に記載された質問に対し C 列に回答が入力されました。こんな感じで一気にまとめて回答を表にすることができるので、とても便利な機能だと思います。ただあくまで AI の回答ということで、例えば東尋坊の読み仮名が東杉砂坊になっていたりと、精度は完璧ではありません。出力された情報をそのまま上司やお客様に送ってしまうことがないように、あくまで調査の効率化のために使っていくようにしましょう。例えば会議で出た疑問点などをスプレッドシートに議事録として書き溜めていって、一旦一気にチャット GPT に回答させるみたいな使い方はおすすめだと思います。本日はご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは生成 AI や Web 制作、動画制作など様々な情報を発信しています。取り上げてほしい内容などがございましたら、ぜひコメントいただけますと幸いです。またチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。